これよくキャンピングカーと言われますが、実は普通の軽バンなんです。キャンピングカー登録ではなくて軽貨物車登録です。最大積載量は200キロです。今回は家電フル活用したかったんで、オーブントースターや電子レンジなど積んでいます。一番下は大容量ゴミ箱、テレビモニターに12リッターの車載冷蔵庫、オーブントースターやケトルなど熱を持つものは前に出して使用します。昨日は熊の出る公園で車中泊していました。人が少なくて静かなところって熊が出るところ多いんですよね。念のため熊スプレーと鈴は携帯しています。助手席は潰してテーブルにしています。電気七輪もありますんで、今日の夜は楽しみたいと思います。やはり山での一人車中泊は少し怖さがありました。次は海側の無料駐車場へ行きます。大体の目星はつけています。海側は山側より怖さはありません。ただ無料の駐車場は誰でもいつでも入れます。何があるか分かりません。どんな車中泊になるんでしょうか。とりあえずスーパー寄って食材購入しておきます。ローカルスーパーにやってきました。なんか30年ぐらい前、昭和な感じがします。入ってすごい新鮮なお魚がたくさん売っています。富山湾で採れたカニが1500円、2000円で売っています。こっち側はホタルイカやフグなどパックに包まれています。こっち側は今日採れた新鮮なお刺身もあります。サヨリ、クロダイ、マグロ、甘エビもあります。で、お肉は氷見牛600円台で売っています。ここは当たりですね。やっぱりこういった出会いがあるんで、車中泊旅でのローカルスーパー巡りはやめられません。売っていない材料もありましたんで、近くのコンビニに寄ってから再出発します。はい、コンビニ来たらちょうど横に郵便局の車が止まっていました。こっち側が自分の車なんですけど、パッと見どっちが郵便局の車か分かりません。それではコーヒーだけ買って再出発します。お水なくなったんで新しいの買ってきました。でからのペットボトルは排水ペットボトルにします。海が見えてきました。今日は晴れているので駐車場の景色も綺麗そうです。まもなく到着です。
駐車場は誰もいません。駐車場のすぐ目の前はこの海です。北陸はこういった穴場駐車場がよくあるんですよね。今日は風もほとんどなく波も穏やかです。少し日が落ちてきたんですごい綺麗です。今日は晴れてますんで立山連峰も少し見えてます。ちょっと散歩していたんですけど奇妙なもん見つけました。これなんですけどね、すごい大きい魚が打ち上げられて死んでいます。パッと見る限りたくさんあります。ここにもそこにもで奥にもこれだけの魚もあります。これ富山湾のブリかもしれませんね。結構大きいんで。それでは車中泊のセッティングしていきます。窓のシェードがずれ落ちないようにアルミを曲げてマジックテープで留めています。もうしばらく景色を堪能したいのでフロントのシェードはしません。換気扇用の吸気口に虫除けスプレーしておきました。さあ、あとは車内で引きこもるだけです。トイレは近くの公園にありました。夜怖かったら車内の折りたたみトイレを使うかもしれません。海側の窓はまだ閉めずにもう少しオーシャンビューを楽しみます。それではコーヒーでも飲んでゆっくり過ごします。お湯は無駄のないようにコーヒーカップ分だけ沸かします。AC コンセントが使えるようになるインバーターは 2000W まで使用可能です。でもケーブルの太さ的に 1500W ぐらいまでしか使用できません。なので電子レンジ使用するときは他の消費電力の大きい家電は同時使用できません。コーヒー豆がもったいないので大きいコップでたくさん作っておきます。コーヒーのお供に三色団子いただきます。電気七輪で三色団子炙ってみます。自作のレンジフード使用します。排気ダクトはマグネット脱着なんで容易です。外から新鮮な風がしっかり取り込まれています。七輪の底に少しお水を張ります。消費電力は 1000W 近くで
かなり電気を消費します。ほんのり焼き色がつきました。食べてみましょう。いただきます。あ、外がパリパリで中がとろけるぐらい柔らかくなっていて、新感覚で美味しいです。このコーヒーの苦味からの団子の甘み、たまりません。波の音を聞きながら食べる三色団子は最高に美味しいです。ごちそうさまでした。暗くなってきたのでカーテン閉めておきます。シンクはないんですけど、コップ洗っていきます。ペットボトル排水システムで軽くゆすぎます。アルカリ電解水を軽くかけて拭き取ります。タンパク汚れを落としやすくする性質があり、拭き取りだけで使えるので車中泊では重宝します。晩ご飯までゲームして過ごします。この薄い隙間にベルトで薄型テレビを固定していました。壁掛け用の金具を設置しています。スイッチで魔界蒸らします。海の真横ですが、超インドアなこの空間がたまりません。魔界村、小さい頃よくゲームセンターでやったんですけど、すぐ死んじゃいます。かなり難易度高いですよね。波の音聞きながらこの癒される映像見ていました。お腹空いたんでそろそろご飯にしていきます。この横の海、富山湾で採れた新鮮な食材たくさん買ってきました。まずはこの旬のホタルイカですね。こちらと甘エビ、そして氷見牛、七輪で焼いていきます。まずはホタルイカの下処理からやっていきます。ホタルイカの目、口、軟骨を抜いてバター醤油で焼いていきます。ホタルイカ少しだけそのまま焼いてみます。
この空いたスペースにミニトマトとホタルイカを焼いていきます。出来上がるまで甘エビの刺身をいただきます。うわ、これ濃厚です。頭がついてるんで旨味が増してめちゃくちゃ美味しいです。これはビールが飲みたくなります。ノンアルですがキンキンに冷やしていました。カーキャンパイ、地上の楽園、ここにありました。都会で食べたらとても高い食材ですが、富山県だとお得に食べられます。トマトも焼けてきました。めちゃくちゃ熱いんですけどフルーツのように甘くて美味しいです。ホタルイカの素焼き、軽く醤油かけて食べてみます。あ、こんな感じか。外カリカリで中ふっくらして、干したホタルイカの味とボイルしたホタルイカの味両方味わえます。美味しいです。完成しました。ホタルイカのバター醤油炒め。これはもう間違いないですね。体の細胞が喜んでいます。甘エビも少し炙っていただくと香ばしさが増して美味しかったです。まだお肉があります。ご飯を温めて焼肉を楽しみます。今日は焼肉のタレではなくてごま油の塩だれでいただきます。この霜降りの氷見牛にごま油のタレがご飯とよく合います。なんか安いなと思ったら焼肉用ではない薄切りでした。なのでてんこ盛りで焼いちゃいます。これはこれでタレとよく絡んでご飯とも合うのでありですね。ごちそうさまでした。お皿類は汚れないようにラップかぶせました。七輪の網は汚れ取りやすいようにアルカリ電解水かけておきます。さすがに脂身の多いお肉は脂が飛びますね。そして見たくない水受けはどうなってるでしょうか。わ、やっぱり油まみれです。こちらのペットボトル排水システムに捨てます。こびりついた汚れはアルカリ電解水で浮かしてから落とします。排水ペットボトルがセットされていますので、もうこのまま歯磨きも済ませます。もうパジャマに着替えて映画でも見ながらゆっくりします。あとは背もたれのマットを延長してベッドを拡張します。今日は薄めの春秋物のシュラフ持ってきました。
寝ちゃいそうな感じもしますが、首都大地震見たいと思います。やっぱり車の中で映画見るの楽しいですね。最初すごい眠たかったんですけど、最後まで見ちゃいました。じゃあ今日はこの LED ランタンつけて、この明かりで寝ます。それではおやすみなさい。おはようございます。今日の海も穏やかで気持ちのいい朝になりました。一晩中レンジフードを回していたので、二酸化炭素濃度は 1000ppm 以下で熟睡できました。シュラフを収納するときは丸めずそのまま押し込んでいます。長年このやり方でやってきましたが、圧倒的に早く何も問題が起きていません。レンジフードだけでは熱いのでバックドア開けます。虫が入ってくる可能性がありますので、タオルを挟んで少しだけにします。レンジフードの吸気口は閉じて、リアからたくさん空気を取り込めるようにします。せっかくの絶景なので、お水飲んだら海岸沿いを散歩します。電気コードは抜き差し容易なアダプターを取り付けてマジックテープで固定しています。現在ソーラーパネルから約 50W 充電されています。屋根には 445W のソーラーパネルを設置していますが、少し曇っているのでそんなに発電していません。昨日は全くいなかったんですけど、今朝は車何台かいらっしゃいます。どの車もエンジンつけてないのですごい静かでした。すごい気持ちいいですね。晴れてはないんですけど、今日は1年に数回見れるぐらいのこの富山湾越しからの立山連峰がはっきり見えます。3000m 級の山々が連なっています。ちょうど立山連峰のところだけ雲がないんです。はっきり見えます。まだ雪もたくさんありますね。もう4月中旬です。めちゃくちゃ気持ちいい朝です。来てよかったです。観光ガイドには載ってないこういった穴場スポット巡れるのがやっぱり車中旅の魅力ですね。換気していましたが、中は 27.9 度と少し温度上がっています。外は 22.2 度です。やはり冷蔵庫の排熱が車内の温度を上げているようです。昨日スーパーで売っていたマダイの塩焼きで、春の野菜タラの芽ですね。あとは焼き豚もあります。
こちらフライパンで調理して朝食いただきます。タラの芽の下処理をしていきます。茎から水分があふれ出るほど新鮮なタラの芽です。この茶色い袴という部分、硬いようなので剥がしていきます。触るとトゲがあって痛いのでお箸で汚れを落としていきます。軽く水気を切っておきます。その間に鯛と焼き豚フライパンで温めておきます。一旦鯛は揚げてタラの芽を炒めていきます。火が通ったので最後にバターを絡めます。塩も一つまみ入れて完成です。おっさんの春のわがまま朝定食完成。かなり豪華な朝食になりました。ベイビーリーフとレタスは昨日食べたこのごま油と塩だれかけていただきます。ではまずはこのタラの芽からいただきます。しっかり火が通っていて柔らかくなっています。野菜の甘みもあるんですけど、この苦みが独特です。嫌じゃないんですよね。春という感じがしてすごい美味しいです。身が引き締まっていてすごい美味しいです。もともと塩がついていたので何も味付けせずにそのままいただいていますが、鯛そのものの味がしてすごい美味しいです。焼き豚はご飯と一緒に食べましょう。これすごい甘辛い醤油がご飯とよく合うんですよね。この焼き豚は昨日行ったスーパーの自家製だそうです。よくタレが漬け込まれており、真ん中ら辺も濃厚な味がします。ごちそうさまでした。目の前の海で採れた魚食べるって最高ですね。最近は生きていくために野菜もたくさん摂るようにしています。バッテリーは現在 88% ですね。全然減ってないですね。いやー、しかしこの窓から見る立山連峰、ほんと絵画のようです。まるで車の壁に絵画を飾ってる、そんな気分です。さあ、それではカーテン開けてシェードも取り外して出発できるようにします。
ちなみにここが近くにあった公衆トイレなんですけど、夜中は真っ暗で怖くて行けませんでした。あ、ここに何か書いてますね。この綺麗な海はそういう悲しい場所だったんですね。要約すると、昭和20年 B29 の空襲で富山は一夜にして焼け野原になりました。逃げ惑う人々の中で多くの命が失われました。この場所には火に追われ、川に逃れて溺死した遺体がたくさん流れ着いたようです。母親と幼い子供たちが寄り添うように見つかったそうです。この綺麗な海、ここにはそんな過去があったんですね。苦しんで亡くなってここにたどり着いた人たちのことを考えると胸が締め付けられます。同じ場所でも数十年違うだけでこんなにも違う人生になっちゃうんですね。